今回は電熱ペンを使って開きすぎた口を小さくしていこうと思います。まず側尾片を作っていくんですけども、側尾片を作るときはヘッドと同じところから取った方がこの色の違いっていうのが出ないのかなと思うので、ここから取ろうと思います。で、ここから取るときに汚れてると持ったところが色変わっちゃう可能性があるので、このシンナーでですね、少しきれいにしておきます。ゴシゴシゴシと一周しっかり落としてもいいですし、そんなに作業してないっていうことであれば軽くでもいいと思うんですけど、今回は質問とかですね、実際メイク界で色が違ったっていうことがあったんで、念のためですね拭いております。今度はですね、この表面柔らかいところですね、ちょっとボコボコになっちゃうかもしれないですけど、この縁をですね取ってきます。でこういう生ハムですね、前の動画をご覧になっていただければわかるんですけども、意外と薄い側尾の方が盛りやすいので、薄い側尾をどんどん作っていきます。で長さは変えられるんで、もう薄ければ何でもいいですね。多分このぐらいで十分足りると思います。じゃこれを適当なサイズに切って持っていきます。口の大きさはカットした時と同じぐらいですね。ここら辺全体ですね持っていきます。特に下の方ですね持っていこうかなと思います。じゃあいきます。でせっかくなのでですね、ここでも側尾盛りのコツを説明していこうと思います。以前は側尾片をこう四角く切ってたんですけども、四角い側尾片ですとちょっとですね溶けるのに時間がかかって盛りにくく、かつスカスカになる場合が多いので、最近は皆さんの動画を参考にしてこの薄い側尾片ですねにしてます。この薄い側尾片の方が熱が通りやすくて、こう下の下地と溶け合って結構いいですね。さらに薄い鰹節みたいな感じで作られてる方もいらっしゃるんですけども、作るのはちょっと一手間あるんですけども、多分それもですねかなり盛りやすいんじゃないかなと思います。で乗ったらですね、私はこうやってちょん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 動かしてしまうのが癖なので、動画でもそれで撮ってしまってるんですけども、どちらかというとあんまり動かさないですよね。こうやってジューって押し当てて、こう押しギューッと押し当ててよく溶かす。これがとにかくのポイント。どうしてもねこうやって動かしたくなっちゃうんですよ。動かさなくてもきちんと側尾は溶けます。逆に動かすと側尾は溶けづらいので注意しましょう。こういう長細いのでしたら、こう盛る面に直接こう貼ってしまって徐々に溶かしていくっていうことをすると効率が良くなります。開口とかアイホールカットの失敗とか、鼻をカットした時に気泡が出たとか、そういった時に電熱ペンがあると非常にですね役立つので、将来カスタマーさんというかディーラーさんになる目標があるのでしたら、電熱ペンはもう持っておいて損はないですね。パテ盛りと併用してハイブリッドな側尾盛りもできますし、何があってもあんまり怖くなくなるかなと私は思ってるんですが、側尾盛りはねそんなに楽ちんではないんですけども、気泡が出たらもうヘッドは使えないっていうことはなくなりますし、アイホールカットしたところがミスった時にごまかしたりしなくても済むので、そういった意味ではですね、
かなりストレスが減るんじゃないかなと思います。今日はですね、参考になるようになるべく動かしてないです。いつもはこうちょっちょこちょっちょこちょっちょこ動かすんですけど、ディーラーさんとかのソフビ盛りの動画を見てみると、綺麗に仕上げてる方は、この持ってる最中もですね、すごい綺麗にしてるんですね。その持ってるところがもうすごいヤスリでヤスらなくても綺麗なんじゃないかぐらい、実際見てみるとそんなことはないんでしょうけど、そのぐらいの綺麗さをしてるんですよね。だから私も横着しないで丁寧にやっていこうと思います。コロを盛るときは少しソフビ片をちっちゃくしたものを用意するといいですね。ここの唇の先ですね。ここに盛るソフビを切りました。
盛り始めてから15分以上経ってるんですけども、ペン先についたソフビ片はこういったところにちょこちょこくっつけるようにしておくと、ペン先をきれいな状態に保つことができるんですけども、それでもやっぱりゴミがたまるので、最近はこういう硬いブラシでゴリゴリゴリっと磨いてます。これはメイク会で教えてもらったんですけども、意外とですね、歯ブラシ溶けないでゴミをですね、きれいに除去してくれるんですよ。ティッシュだと、ティッシュの中にあるものがまたついちゃうことがあるんですけど、これはゴミをすっ飛ばしてるんで、そういうことがないのでですね、かなりいいと思います。ただね、家事とかで、ね、そういったところには気をつけた方がいいと思うんですけど、もう少し小さなソフビ片を作って、形を整えていこうと思います。そうですね、上の方はかなり漏れたんで、この下の部分丸くなる感じで持ってみます。こういう端は結構難しいんで、まだ全然くっついてないところがあると思うので、もう一回ですね、しっかり溶かす工程を作りたいと思います。今もしっかり溶かしてるつもりではあるんですけど、多分ね、十分じゃないところはあると思いますので、で、最初に忘れてしまったんですけども、盛るところですね、ここも中性洗剤とかですね、きれいに仕上げてから盛りましょう。ソフビ盛りするときは汚れだけはね、注意した方がいいと思います。特にヤスリがけしながらソフビするっていうのは、ヤスリのカスを持ってるところに含みやすいので、なるべくですね、洗うとか、ウェットティッシュで拭き取るとかですね、そういったことをしないと、だんだん青タンみたいになっていくのでご注意です。ある程度漏れてきたので、ペン先を変更します。ペン先はですね、いつも使うこういう先が丸いやつですね、これにチェンジします。で、これチェンジした時ですね、前回の汚れがあるとまた黒くなっちゃうんで、ちゃんと拭きましょう。付け替えたら、今度はこの持ったところをですね、ゆっくり押して溶かします。よーく溶かします。で、溶かしながら鳴らします。
初めの頃はどんな感じかってイメージつかないと思うんですけど、まずは溶かして下の層としっかり溶けるぐらいの熱をですね、じゅーっとじゅーっとじゅーっと、ここで重要なのは形が変わるぐらい溶かして下の層ときちんとくっつける。これが目的ですね。後で整えられるので、少し形が変わってももういいです。なのでこういうところもちょっと押し付けたりするので、持った時より少しですね、唇が上に上がってしまうんですが、それを想定した上で持っておくといいですね。で、足りなければまたね、追加すればいいので、そんなにシビアに考えなくても大丈夫です。ただね、ソフビ盛りはかなりめんどくさいので、トラウマになっている方もいると思うので、なるべくですね、1回の工程で終わらせたいですよね。裏側に流れちゃってるものもあるので、それは裏面から押して調整できるので、とりあえずこっちからできるところは全部しっかり溶かしてくっつけましょう。裏側はカメラだと映しにくいので、こんな感じでやってますよっていう。で、メイク会ではこのペン先がうまく作れないとか、ちょっと自信がないっていう方には、私がペン先を削ってお作りいたしますので、見てください。気軽に。とにかくメイク会はやりたいことを言ってもらえれば、それに沿って実現できるように解説したり、流れをですね、作っていきますので、これからメイク会ね、来られる方もいらっしゃると思うので、是非いろいろ自分のやりたいことをリストアップとかでね、メモしてもらって教えてください。時間制限でね、できないところもちょっとあるかもしれないんですが、さっきからこの下唇ですね、ベロベロ剥げてるので、多分この縁がですね、あんまりくっついてないような感じですね。なので、熱を加えましょう。で、ある程度形が整ってきたら、今度最終工程の撫でるですね。この撫でるがですね、意外と難しいというか伝わりにくいところで、押し付けることは一切しないで、表面にこのペン先をちょっと触れる。そうするとソフビが溶けたのがぬるって、こうベタっていうんですかね、わかるんですよ。このデコボコの出っ張ってる部分に当てて、へこんでいる部分にこう流していく。そんな感じのイメージですね。この感覚がつかめるとかなりソフビ盛りが楽になると思います。で、最終工程はもう押さないっていうところだけ、押し付けない、ペン先で触れてもソフビがこう歪まない、そういう力加減です。今ある程度の凹凸を取ってます。
この撫でてるっていうのをしばらくやってるとですね、ソフビが温まってくるんですね。で、全体的に温まってくると、ソフビが全体的に動いてですね、撫でてる効果が薄くなってしまうので、あんまり撫でてる感じで綺麗にならなくなってきたら、ちょっと冷やしましょう。冷やすときは他の部位を撫でてあげるといいですね。その部分をピンポイントで冷やすんでしたら、お水につけるとか、風を当てて冷やすとか、私なんか指をつけてね、やってしまうんですけども、指結構汚れてるのでですね、急ぎの時とかぐらいで空気を当てて冷やしてあげるとかの方がいいと思います。こういう縁は意外と難しくてですね、ケバ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 しちゃうんですよ。なので、あまり擦るというよりか、ちょんちょんと押し付ける感じで、凸凹を取っていく感じですね。で、こういう裏側もですね、段々が出てたら、ちゃんときれいにしてあげましょう。前回かなの動画でも言ったんですけども、陸地はですね、左右バランスもバレやすいですし、切ったとか盛ったっていう段々がとても目立ちやすい場所なんで、綺麗に仕上げましょう。側面をするとき綺麗な部分はなるべく触らない。これが原則なんですけど、慣れてくると多少ですね、触っても直し方に自信がついてくるので、こういうところをきれいに盛る場合は、この周りからですね、こうやってこういう感じで内側にこすってあげるっていうのをやると結構きれいになります。もともとの表面のソフビが口の持ったところに集まるので、医療的にも結構自然に見えたりするんですよね。今ここ持ったんですけど、そこにこのほっぺのソフビを近づけるようなイメージですね。で、ちょっとね、こういったところにホコリがついてるので、こういうホコリはですね、なるべく取ってソフビの中に入らないようにしましょう。入ってもいいんですけど、またえぐったりしないといけないので、めんどくさくなるような要因は早めに除去するといいですね。で、メイク界で来られてる方でとっても綺麗に仕上げる方の特徴っていうのは、とにかくですね、ここでですね、撫でまくる。撫でて撫でて撫でまくって溶かしまくって、削っても隙間が出なくなるぐらい多分溶かしてるんじゃないかなって思うんですけども、
もですね、メイク会で質問あったんですけど、じゃあ表面はどこまでやればいいのかっていうところですね。これは私の場合なんですけども、私はヤスリがけをするのがあまり好きではなくてですね、理由としては穴が出てきちゃったり、白い部分が見えちゃったり、いろいろ荒が出てくるので、あまりヤスリは使いたくないので、もう結構な綺麗な状態になるまで、こう撫でて撫でてっていうのを繰り返します。電熱ペンをやるとどうしてもね、波打ったところっていうのは出てきてしまうので、それはね、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、その波もですね、極力ないような、そういうような理想的な仕上がりですね。そこまで持ってきます。で、そこまで綺麗にしておくと、十分に溶けてるので、ある程度削っても意外と大丈夫だったりするんですけど、だんだん綺麗になってきたんで、さっき言ったこの周りからソフビをちょっとずつ集めていくような、そんなイメージで。で、これは押し付けない。押し付けない感じですね。で、デコボコはこうやって光に当てるとよく見えるので、よく確認しながらですね、やった方がいいですね。こう闇雲にこうやってもあんまり意味がないんで、必ずどこをこするかっていうのを明確にしてこするようにしましょう。
唇をソフビ盛りした場合は、唇の裏の厚みをさらにナイフで削ると、ソフビ盛りのこの粗が出てしまうので、この段階で厚みをですね、薄くするとかっていうのをやった方がいいですね。薄くするのは、この余計なソフビをですね、どんどん内側というか内側の外側にこう避けていくような、そんなことをすればだんだん薄くなっていくんですけど、あとはこっちの外側をちょっと削るようなイメージで、この森に自信があるのであれば、もう削って薄くしてもいいと思います。この縁とかはですね、これだとやりにくいので、もう一回元のやつに変えますね。表面撫でるときは若干ですね、温度を下げてあげてもいいですね。盛るときと同じ温度だとちょっと温度が高いので溶けすぎちゃうので、表面処理はちょっとだけ1ミリとか動かせないです。ほこりが入っちゃった。ほこりが入ったらえぐるのもちょっとあれなんで、ナイフのですね、背中でちょっと削ってあげると、浅いものでしたら取れるので、見つけたら早めにですね、取っておきましょう。で、徐々にそういうゴミが増えてきたら、ペン先が汚れてるってことなので、こまめに掃除をしましょう。
次はヤスリで表面処理をしていきます。比較的デコボコがなければ400番ぐらいでもいいんですけども、ちょっとデコボコあるなっていう場合は、いつもは私使わないんですけど、240番とかぐらいで軽くですね、大きなデコボコを取っておいて、で400番で鳴らしていくっていうのが作業が早くなるコツだと思うので、これでやってもいいですね。ただ240番でやり続けると気泡とか盛り損ねたところとかが出てきてしまうので、240番は長く使わない方がいいですね。で、厚みはこの 10mm ですね。これしっかり持てるので結構力が入ってですね、良いです。この時あんまり力は入れずにこう当てて抵抗感があるぐらいで削っていった方がいいんですね。なんでかっていうと、あんまり押し付けるとくぼみの部分にもヤスリが到達してくぼみの底も一緒に削れてっちゃうんで、私がおすすめしてるのは本当に軽く押し当てて撫でてる感じですね。今まで240番を使わなかった理由というのは、あまりこういう削れるヤスリを使ってしまうとやっぱり頼ってしまうんですよ。そうするとさっきも言ったように削りすぎてしまって気泡が出てきたり白い部分が出てきたりとかしてしまって、またソフビ盛りしてやすってソフビ盛りしてやすってっていう無限ループに陥っちゃう場合が多いんですね。でも400番ですとそんなに削れないので、気泡が出てくる前で止められる、そういう感じのヤスリがけができるんですね。前のソフビ盛りの動画を見て400番でやってる慣れた方は240番を使って効率的に削ってみるっていうのもいいと思います。こんな感じでだいぶ削れました。だいぶ綺麗になったので、これ以上ですね240番を使ってるともう無駄な削りなので、あとは400番で整えていきます。今回ソフビ盛りの調子が良くて、なんか一発で終わっちゃうんじゃないかなって思うぐらい綺麗なんですけど、この口の周りはもうヤスリがけちょっとするだけでいいと思います。多少デコボコがあったところは鳴らした方がいいんですけど、ある程度鳴らしたところは V カラーシンナーを塗ると多少の凹凸は取ってくれるので、V カラーシンナーで取れない凹凸はもう一回電熱ペンで鳴らしていく、そういう流れですね。こんな感じになったんですけども、かなり綺麗になったと思います。ただですね、ここの口角の部分と、あとこの鼻の横にですね、ソフビ盛りの境目があるので、ここは削ってあげないとヒゲっぽく見えたり、ここは完全に荒々なんで、ここはね綺麗にしないとダメですね。一度ですねこのヘッドを洗ってヤスリのカスを取ってですね、ソフビ盛りもう一回続けてみたいと思います。じゃあここ撫でます。もう撫でるだけでいいと思うんですよね。
今ここにソフビ盛りを少しするんですけど、本当にちょっとだけ、これでも多いぐらいなんですけど、これを持ってくぼみを取ろうと思います。こういう追加の時に盛りを躊躇すると、すぐベロベロに剥がれちゃったり穴が出てくるんで、多少ですね、綺麗にした面も巻き添えにしながら綺麗にする必要があります。表面だいたい仕上がったんで、この周りですねをきれいにしていきます。なんでかっていうと、これから V カラーシンナーを塗っていくので、あまり汚いところがあるとその汚れをですねこう伸ばしちゃうような感じになるんで、一度表面をヤスリがけしてきれいにしてから洗って V カラーシンナーを塗っていきます。この工程自体は汚くなかったらやらなくてもいいですし、汚いところだけやってもいいですし、全体やってもいいと思います。こういうところ汚れてるので、ここもですね、ちょっとね、取っておこうと思います。
これラベル違うんですけど、昔の V カラーシンナーです。で、結構綺麗に削ったんで、軽く撫でるぐらい。あまり変なことすると、穴が開いたりするんで、本当に軽くやりましょう。で、よく乾かした後に800番とか1000番でヤスリがけしてあげると、組盛りしたところのちょっと違和感がですね、取れますので、乾燥させてこれで削ります。はい、こんな感じでできました。口かなり綺麗に盛れました。手戻りもなかったんで意外に早かったですね。裏はこんな感じで盛った感じが見えますね。これはこんな感じでもいいんじゃないかなと思います。ということで今回は失敗した口をソフ組盛りで復活したんですけど、完全ではないんですね。盛った部分の色がちょっと違うのでですね、そこは少し肌色のパステルとかでごまかすとかそういったことが必要だと思うんですが、ここまで復活できるので、とてつもない大きな失敗じゃなければ意外とですね、ソフビ盛り有効なのでやってみてください。はい。次はアイホールとかをですね、加工していこうと思いますのでご期待ください。では動画最後までご覧くださいましてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。